ティーズスカイライン2。78名の死傷者を出す大事故などもあったが、渋滞対策した新築を完成させた我らのネオ静岡。残り資金は約10万、もう後がない。区画を開放して新たな住民たちを呼び込むぞあ、そうだ小学校作るの忘れてた。はい、残り資金が2万になりました。通学用に歩道橋などを整備。お前一気に区画塗ったし、渋滞で車じゃ学校通えないかもしれんもんな。止めてた時間を進めると一気に建設ラッシュお、古い工場のコンドミニアムゲット。建てるお金なんてないよ。だろうよ。さて川沿いのタワマンの撤去をしましょ。渋滞の原因となってるっぽい、地下駐車場の周りマンションを整理だぜ。さあ渋滞対策した新築に引っ越すのだ強制立ち退きさせて引っ越させるけど、まだ中身すっかすかだけどいい感じに建物生えてまいりました。てか公共交通手段バスのみで、高密度建てまくって平気なのか？街が機能不全に陥るまで電車は使わん。渋滞が楽しくなってしまい電車を封印する謎プレイが始まった。ていうか新築のバス路線設定するの忘れてた。おい。鳥間工業区への通勤用と、高校大学の通学用の2路線設定しときます。転入者たちのお引っ越しで早速渋滞。また分離帯の欠けてるとこの右折が原因か。まあ引っ越し済んだら解消されるかな？中央部分のオフィスが育たない。まあ需要ゼロだし。中央部分がスッカスカは目立つ。ここもタワマンに変更じゃあ。住民の学力が足りないのか、オフィスは相変わらず立つ気配がないぜ。わかっちゃいたけどラウンドアバウトさん、渋滞にて敗北。やっぱ交通量増えると厳しいぜ。流れてればまだいいけど、詰まるのはさすがに困るのでなんとかせねば。だな。ここんところの一本の道路を2本に分けたら、多少は車流れるようになった模様。やっぱり割り込み U ターン減るだけで、多少は渋滞緩和するみたいだな。やっはー、もっと渋滞させてやる。高密度商用を追加じゃあ。物資搬入の車到着で、こりゃカオス待ったなしだ。結果大渋滞になりそうろー。引っ越しの車っぽいのが並んでるな。てか高速道路を徒歩で引っ越しすな。ネオ静岡では素早く歩けば許されます。適当言うな。てへ。お前そんなところで何しとん？なんで並行する高速道路をうろうろしてんだよ。リアルだったら通報案件だぞ。小学校横を歩くロイドンハーディングさん、突き当たりで消滅。異世界転生されました。高速から入ってくる転入者が多すぎで、さすがに厳しくなってきた。ギブアップして電車でも導入するか？それは断る。謎のこだわり。そんなわけでインターチェンジから直接高密度地区に入れるショートカットを追加。お、早速渋滞するくらいには使ってくれてるみたいだぜ。じゃ2車線一方通行にアップグレードして、もっと使いやすくしときましょ。これで少しはマシになるかな？こらー、高速道路を横断するなー。こいつら自由すぎんだろ。車が来ても小走りすれば大丈夫スタイル。この辺そんなに店とかないのになんでこんなに人が歩いてるんだか。マナー悪い子はお尻ペインペインだよ。ほんと交通ルールがなってないぜ。区画を塗って1ヶ月が経過し、だいぶ建物が生えてまいりました。まだ半分くらいしか区画塗ってないけど、背の高い建物が増えてきたな。引っ越しの住民も落ち着き、渋滞も減ってきた模様。適当に繋いだだけのラウンドアバウトでも、なんとか乗り切れてよかったぜ。交通量はこんな感じ。中央部分が多少赤っぽい感じになってんな。まだギリ平気かな？では高密度地区拡張入りまーす。これで人口3万人超えるかな？この地区だけで5000人くらい住んでるぜ。そして朝のラッシュアワーに紅葉区に向かう車で渋滞発生。まあそうなるわな。バスの右折待ちかー。小山行った。ここ信号ないから相当待たないと曲がれそうにないぜ。高密度地区も大渋滞。まあ人が密集すればそれだけ車も増えるだろうしこうなるわな。やっぱり幅広い道路の十字路が鬼門。だな。とりあえず高密度地区の渋滞の対処は、地下道路を高速に接続すれば緩和できるかな？繋いでないだけで地下道の出入り口だけは準備済みだから、繋げるだけならすぐ終わるぜ。初期の高速が崖下だから、これもそのうちちゃんとしたのに作り直しましょ。だな。どっから見ても突貫工事。まあいつかちゃんとしたジャンクション作るべ。めんどい。そこは頑張れよ。そしてこっち側もにょーんと地下道を建設。引っ越しの移民とかが流れてた、インターチェンジに接続すれば行き来が楽になりそうだな。ここも段差が偉いことになってるけどなんとか接続に成功。あ、これ下りどうしよう。おバカ。
これはなかなか手厳しい、めんどいし後でやりましょ。これ絶対後で忘れるやつだ。初期の高速作り直すのは時間かかるから仕方ないでしょ。怒るな早口になってんぞ。さあ1000円。忘れるといえば通信塔立てるの忘れてた。でも資金も500万に復活したしインフラ増強も問題なし。多少渋滞緩和されたのか渋滞アイコンは消えたけど、依然交通量は多い感じ。地下道のおかげで、商業区と工業区へは最初にあった既存の高速を使ってくれてるぜ。なんとかなってるけどちょい厳しくなってきた。頑張って作ったのにあまり使われない新築の歩道橋。交差点は無理な割り込みで安定のプチ渋滞。無理な右折はおやめなさい。そして地下道を使うようになり、今度は高速道路自体が激混み。やっつけ仕事で作ったインターチェンジが限界を超えちまったようだな。高速が詰まるのはさすがにやばい。とりあえず高速降りる車と直進する車を分けるため、道路幅をアップグレード。無理な割り込みせず交通ルールを守って使え。結局無理な割り込みで車線を塞がれ直進車が詰まる。いっそがっつり作り直すか？それはめんどい。わがまま。うおー、簡単な突貫工事でごまかせー。絶壁だろうとお構いなし、ランプを長く取って並ばせる作戦。ふわー。突如道路が壊され困惑する住民の図。ネオ静岡人は改造手術を受けているのでサイコキネシスで車が浮かせます。適当言うな。じゃこれでちょっと放置して様子見ましょ。資金が600万まで復活してたので、少し下げてたサービスの予算を全部 100% に戻しました。全部 100% にしても余裕の黒字。まあ赤字になりそうな電車とか、導入すらしてないしな。この世界資金繰りはかなり簡単な感じ。人が増えれば税収も勝手に増える。そういえばドッグランにいた相当犬オルトロス、未だここに居ついております。飼い主はどこだー？猛獣なんだからせめてリードをつけろ。ドッグランに誰もいないみたいだし捨てられたのかも。捨てオルトロス。なんとこのドッグラン、もう一頭相当犬がおります。野生化して繁殖しちまってるじゃねえか。こりゃ保健所に連絡した方がいいかも。特定外来生物に認定だ。そのドッグランの隣を闊歩する住民たち。顔が怖い。時間は午後9時を回り、混んでたインターチェンジの渋滞も解消。ラッシュアワーも乗り切ったみたいだし、適当工事でも意外となんとかなったな。でもこの時間帯でも住宅街前の幹線道路は、渋滞アイコンが出てる状態。ここはバスがいっぱい通るから、遅延するのは住民の生活に影響出てそうだぜ。よろしい、ならば幹線道路も作り直しじゃあ。大改修で渋滞撲滅を目指すのだ。高速3車線一方通行並列道路に改修。これならば無茶な U ターンもできないはず。でもこれじゃ交差点部分ですぐ詰まりそう。ご安心ください。高架にして交差を避けます。いやそれじゃ曲がれねえだろ。空中浮遊でなんとかならん。それできたら道路もいらねえよ。まあ冗談もほどほどに、ランプを繋いで行き来できるように接続を置く。ランプで詰まらないように少し長めに敷設。こんな感じになりそうろ。反対車線に行きたい場合は、どっかで U ターンしないといけない微妙に欠陥ある作り。まあ変なところで U ターンされないように、余裕あるところに反対車線に入れる一通を追加してるよ。一方通行への合流なら問題ないかな？一番悩ましいのが住宅街の出入り口の接続。これはひどい。じゃラウンドアバウトだけ削除。綺麗にランプで繋ぐか悩んだけど、めんどいしとりあえず試しにこれで行ってみよ。詰まるようならちゃんと作り直せよ。あいよ。ちなみにこっちはラウンドアバウトのまま、どれぐらい詰まるか見てみたいし。怖いもの見たさで適当工事する主張の風上にも置けないけど。元オフィス街こと商用区も外周を一方通行に改修。住民が増えて何気にこの地区も繁盛してんだよな。バスも通ってるので車が詰まると困ります。商用区に入るためのランプもよーんと長く取って、渋滞に備えます。幹線道路にはみ出るほど列が並ぶと、渋滞の原因になっちまうもんな。反対側には逆に高速に出れる場所も接続を置く。今は出口だけか、そのうちちゃんとしたインターチェンジに作り直したいな。そしてコーヒー休憩のため、セーブ&ロードしたらなぜか画面が暗くなった。季節が秋だし曇ったんかな？仕様かバグかわからず困惑。まあこのまま続けるべ。高速道路を横断する不拉致物を減らすため、歩道橋なんかも設置。つか120キロで走る車の前を横切る根性が普通にやべえ。今まで幹線道路の近くにあったバス車庫、正直これも渋滞の原因臭いのでついでに移転。整地してマッスルカーのお隣に引っ越しました。
ここはぶっとい道路あるから、バスがいっぱい走っても平気だぜ。バス停の場所もがっつり作り直し。歩道が狭い道路だとバスが横付けできなくて、乗降時に後ろの車が止まるから注意だぜ。かしこまり。バス車庫の車両が足りなくなっちゃったので追加車庫をアップグレード。これで10台バスが増やせるぜ。バス停の追加とルート設定だけで1時間かかった。大体は住宅区から公用区への通勤バスと、通学に使う大学経由のバスとなっております。需要はなさそうだけど新築からラウンドアバウト住宅街行きもお試しで設定しました。これでバスの設定も終わったし、がっつりやった幹線道路の改修工事が完了だぜ。ではこんなはずじゃなかったにゃー。という悲しい未来を見つつ今回はここまで。今工事したとこがっつり渋滞してんじゃねえか。とほほ。渋滞対策失敗してて腐っと思ったあなた、次回も渋滞しますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。人口が3万を超えても堅くなに電車の導入を拒むレイム。今回やった突貫工事ももう限界来てるじゃねえか。いつまで公共交通手段縛りを続けることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。